こんにちは。4G 初めから攻略パート25です。前回は核王権アーティラートとその装備を作成しました。いよいよ今回、この装備を携えて火の国を訪れし危機に立ち向かうよ。G 級正念場です。見事クリアしていきましょう。よっしゃ、ついにこの回が来たな。G2 後半のキークエの一つ、火の国を訪れし危機ですね。その難易度から当時、これをクリアできず先に進めない火の国難民を多く生み出したクエストです。ついには火の国なんてほっとけとか言われる始末、罪深きクエストだね。これについては、ブラキは上位とほぼ変わらんが、オフガーシュのファンネルが解約されたのが要因かな。MH4 でオミットされてた追尾弾が復活したんですよね。地形も相まって凶悪な仕様となっています。それから合流も頻発するね。そのあたりをかいくぐらないといけない。よし、腕の見せ所だ。気合い入れていくぞ。キャンプスタートですね。初手ブラキ狙いなのでちょうどいいです。ブラキはエリア2だね。狭くて段差があるから微妙だが、エリア8よりはマシか。それよりエリア2は合流が気になります。オウガが速攻でやってくるんですよね。このクエスト、合流時の立ち回りが結構重要だよ。それはその時にまた話すね。クーラーをしっかり飲んで、ブラキ戦行ってみよう。見ましたね。まずは開幕方向にためを入れていきます。サイズがちょっと小さめみたいだな。避けやすくなるが、頭に当てるのが難しくなる。さあ、まずはクリーンヒットです。そのまま怒り以降の方向も狙います。ああ、角に当たっちゃった。幸先は微妙だ。殴るだけでかなり危険なので、できればタメさんでひるませたいところです。そしたら、次はノリを狙っていこう。地形を有効活用しないとね。相手の体力が低めだから、まとまった攻撃機会を得るのが重要だ。ガチンコでやると時間かかるだけですからね。あらゆる手を使って削っていきます。さあ、段差付近でうろうろしてる今がチャンスだが。流れの中で乗っていきたいですよ。おりゃ。ナイス乗り。耳栓があるので乗り自体は大丈夫でしょう。ここ、早いと2分経たずにオフガが来るからね。なるべく乗り攻防は速攻で終わらせたい。ダウン中に虫でも飛ばされたらたまりませんね。よし、乗りは成功。ここはまず強ためコンボから入れるよ。で、下画面見たらオフガが合流してます。タイミングいいんだか悪いんだか。頼む、まだ突っ込んでくるなよ。この起き上がりは、ノウトウ術がないから間に合わないね。抜刀したまま貯めるけど。位置とタイミングが悪くてスカりましたが、ブラキはすぐ移動してくれましたね。よし、じゃあすぐにブラキを追わずに、オウガの行動を見て、少し削っておくよ。このクエ、人によるが、肝はオウガーシュの攻略だ。削れるタイミングで削っておいた方がいい。発見時の威嚇など固定の隙があるので、そこでなるべくためを入れておきたいですね。じゃ、一発入れたところで、ブラキを追いましょう。さ、エリア8だ。ここは足場が悪いから、この高台で戦っていこう。ブラキが登ってくる間に、どいだりして準備しておきましょう。特に、アーティは紫の維持が最重要ですので、猫の研磨術をつけてきております。それじゃここからは、先行で止めながら殴っていこう。先行中はあちこち向いたりするんで、殴れる中で、できるだけ柔らかいとこを切っていくよ。ちょっと崖際にいて不穏ですが、とりあえず腹を殴っていきましょう。そりゃあ、なんか尻尾が切れましたね。こっち向いてくれたので、追撃が頭に入りそうです。いいね、頭と腕にコンボが入ったぞ。先行でまとまったダメージを取れるのは嬉しい。結構先行中にうろうろするので、解除時しか狙えないこともザラですね。それでもほっとくよりはマシなので、すかさず目くらまししていきます。なんか、尻尾切れたおかげで近づきやすくなってるな。偶然だがよかった。尻尾回転の隙を狙うのは慣れてないのですが、意外と尻尾に飛ばされるので厄介なんですよね。この高台も傾斜してるので、高い方にいると食らいがちです。さて、今更だけどこのクエスト、いつもよりじっくりめにお見せしようと思うよ。いろんな意味で有名なクエストですからね。実際 G2 の中では抜けて難しいと思います。ただ正直なところ恐竜化したりするわけでないので、今となっては普通の2等クエという印象です。発売当初は困った人も多かっただろうけどね。ブラキは相変わらずだし、オフガは強化されてるし。我々はマルチで速攻抜けてた気がするけど、当時ソロでやれって言われたら苦労したろうな。10年前は当然 4G が最新作なわけで、
メインシリーズとしては難易度が高かったですから。それも手伝ってそうですね。マルチプレイの敷居が低いのもありそうだね。プレイヤースキルが足りてないハンターが集まると3落ちの危険がある。それは確かに、キークエだから1回クリアで OK なのは救いですが。それで、今回やるにあたって目標時間を設けてるんですよね。10分張りのクリアを目標にしてるよ。ぐだらなければ十分達成可能だと思ってる。この段階としてはまあまあ高い目標だと思いますが、アーティラートがあれば全然狙えるラインですね。アーティは竜属性やられも気にならないしね。このクエストに合ってると思うよ。以前、ソロで1からプレイした時は、確かチャーク担いでましたっけね。さすがにアーティ装備が組めてるなら体験の方がいいですね。チャークだとブラキに苦労するのと、オーガの虫ミサイルがきついんだよな。やっぱり、この2頭やるなら体験がいいね。素材集めはしんどかったですが、作っちゃえば頼りになります。あれ、また移動すんの？移動多くないか君。ここ、一回一回かなり長距離移動するので、追いかけるの大変なんですよね。おそらくマップ上部に行ったでしょう。オウガとの合流が気がかりです。登ってきたぞ。移動だけで1分近くかかったんだが。このエリアは平坦で戦いやすいですが、軍中くんがいますね。こかされて年金に巻き込まれないよう注意したいところです。ブラキは火狩り状態か。このチャンスを逃さないようにしたいぞ。適当に殴ると怒り方向にため入りませんからね。できればひるませた後に怒ってほしいです。あ、これチャンスですよ。おい、重粒子お得意の車庫入れやめろ。ここまで綺麗な車庫入れ回避も久々に見ましたよ。あ、しかし転倒が入りました。この隙にため入りそうです。よし、この後に怒りエコーもしそうだな。実質2回分のチャンスになるぞ。お、これは。ブラキ終わったね。そしていいタイミングでオウガも来た。発見時の隙を利用して削らせてもらおうか。体力に占めるため3ダメージがかなり大きいですからね。流行をまとう前にできるだけ削りたいです。この後もコウドウ次第ではためを入れていけます。いいね。お手は一番楽なパターンだ。火狩りノンチャージだけ遅めに、それ以外のパターンは攻撃後早めにため始めてます。お、いいじゃん。このまま移動しようと思ったが、お手なら狙わせてもらおう。ここで削っておけるのはでかいですね。光線が長くなると帯電したり怒ったり手強いので。しかし、そろそろ潮時でしょうか。あまり長居すると、ブラキが回復しちゃいます。だね。寝床まで遠いし。あ、モデル歩きだ。これだけ狙ってから移動しよう。これ、直接頭を狙えるので、通常の帯電モーションよりありがたいんですよね。なぜこんなドヤ顔で近づくのかはわかりませんが。つわもの感は出てるけどな。じゃ、ブラキ追いますかね。お、いたいた。すやすや寝てるね。オウガとは1分ほど交戦してましたが、さすがにまだ回復してないと思います。じゃ、失礼します。よーしブラキ終わり。あとは、ただのオーガーシュ一等クエだ。この時点で7から8分ってとこですかね。オウガは少し削ってるので10針見えてますよ。あとは移動時間との勝負かな。後半も気合い入れてくぞ。さあオーガ戦。ここから動いてなかったのはありがたいな。ファンネルがあるので狭かったり段差があると戦いづらいですからね。アシュについてはファンネルのケアが必要なのでダメを当てるのに一工夫いります。ざっくり言えば、ファンネルが出現した時点から少しハンターを動かすことだね。それとファンネルの直線上にいないことです。今みたく当たっちゃいますので。やべ、解説できます風なこと言った途端、これはまずい。まあ、まだ一発目ですから、流行まといになったここからが本番です。流行まといは柔らかいけど危ないからノリ狙いたいな。お、いいですよ、狙い通りです。よっしゃナイスだ。竜属性でバチバチの背中にしがみついていけ。毎度のことですが、よく背中にいて平気ですよね。意外と見かけ倒しなんでしょうか。まあ、乗ったことないからわからないけど、帯電してるオウガは絶対影響ありそうだけどな。そしたら、すかさず背中にコンボ狙っていくぞ。流行まといの最大弱点だ。これでめちゃくちゃ削れそうです。目標タイムが見えてきましたよ。起き上がりも狙うが、ノリに使った段差が邪魔だな。今のは登らない方が良かったですね。ちゃんと狙いすぎました。ノウトウ術がないのも影響してそうだね。あのスキル、外すとありがたみがわかるよ。
立ち回り自体も強化されるし、抜刀術との相性も最高ですからね。さ、ここは雰囲気で貯めていくぞ。おお、頭には当たりませんでしたが、流行を解除できましたね。慣れてない流行状態が長引くと大変だったので、これはナイスです。これで、だいぶ体力削れてそうだけどな。さすがにまだ弱らないか。できればファンネルを伴わない隙が来てほしいです。モデル歩きとか。あ、来たかも。いいね。輝いてるよ、ウーガくん。この行動、見た目はかっこいいんですけど、柔らかい頭を差し出しながら近づいてくれます。慣れればただの的ですね。これ、なんで原種はやらないんだろうね。雷のエフェクトでもかっこよかっただろうな。ただ、極限状態を考えると、ハンター側の利点は少ないか。まあ、原種がやってきたとしたら、背面切り狙いやすそうですけどね。そう考えると、頭をいつでも狙えるアシュの方が良心的に思えます。で、ここでエリア移動だね。足は引きずってないな。行き先はエリア8でしょう。地形が不安ですが追いかけます。さあ、ラストスパートだ。ここは落とし穴を使って一気に決めたいな。本来、落とし穴はブラキに使う予定でしたが、ブラキがうまくいったので、オウガに当てられますね。というか、通しての感想だけど、最初からオウガに使った方がいいかもしれんね。背中狙い放題になるから、流行まといを削るのにかなり有効だと思う。確かに、モンスターの危険度を考えるとそうですね。ファンネルをかいくぐって設置しないといけませんが。あ、なんか妙な体勢でハマっちゃった。いいところで抜けられそうな予感。この状態では頭が背中より柔らかいので回り込んでいきます。ちゃんと入るでしょうか。くそジャストで入らんかった。もったいないな。お、しかし弱ったぞ。オウガは最下層でなく2番で寝るようですね。よーし、すぐ追いかけよう。寝てる寝てる。一発で決めれば10分針はいけただろう。どうやら間欠戦の間近なようです。最後、慎重にお願いしますね。ブナハが飛んでるのがこの上ない不穏なんだが。よしよし、ちゃんと決まったぞ。火の国10分針クリア、なしたぜ。よかったですね。ブナハでまひってたりしたら、絵面としては最悪でした。これで無事、G 級中盤の壁を越えましたね。正直ほっとした。アーティ用意して具だったら、かっこつかないからな。攻略段階で火の国14分台は、4G 実況者のメンツ保てたんじゃないの？先行とか罠とか色々使いましたけど、ガチンコでやるだけが攻略じゃありませんからね。当チャンネルの回答としては十分な結果でしょう。もし、じゃ、戻るとするか。まだ G2 キークエは残っている。さあ、火の国の余韻サムヤラの中ですが、次のキークエをやっていきます。今度は、チャークに持ち帰ってティガーシュだね。おなじみの画星に装備にしてるよ。上位では、チャークのおやつすぎて楽勝だったティア君。G 級でも通用するでしょうか。あ、いたいた。砂漠では保護色見たくなってるな。砂より周囲の岩盤と近い色をしてますね。様になってます。じゃ、まずは瓶をもらいましょうかね。あ、しまった。この装備耳栓ないんだったわ。普段の汎用装備が高耳入りですからね。これたまにやります。汎用装備にも画星1は入ってるんだけど、画星には普段使いとしてはやりすぎなんだよな。攻略してる感じ。なしから画星1になる恩恵がかなり大きいですね。2まで必要なモンスターはティガ系列くらいな印象です。そのティガも原種は画星より高耳が欲しい感じだから、実質足と希少種専用かな。そうい、早速ガードの出番だ。ちょいと位置が悪いですね。頭に反撃当てられませんでした。ただ、怒り以降しましたね。方向の頻度上がるので、ここから本番です。こいつは上位と変わらず、大方向ボットになるよ。つまり反撃が取り放題だ。問題は、根出一発でひるむかどうかだね。これでだいぶ変わってくる。さ、最初の突進です。そのまま方向へ行こう。根出の威力やいかに。ふむ、とりあえず初回はひるんだな。これは頭への蓄積があったから、問題は次か。あ、ひるんだかはわかりませんがスタンが来ましたね。今外れたかと思いました。なるべく正面で受け止めた方が良さそうだね。外したら、ひるむのクソもない。んで、ここで5ピンチャージもできて、準備万端だ。単発できましたね。これは、ためが長いので2連でしょう。よし、コマンドミスはない。G 級でもチャークのカモになってくれ。この防具、火星2のための急ごしらえで、防御力があまり強化できておりません。
一回のミスが命取りです。危ない。やはり、ティアはスリリングで楽しいな。またひるみいただきです。ふう、軸合わせなしの突進に反応できませんでした。6割くらい入りましたね。こうなると GP ミスった瞬間にオツなので、ちゃんと回復しておきましょう。バックジャンプしてくれて助かったぜ。もしや撮影協力か。どう見てもとどめを刺しに来てますが。どうやら怒りが切れたみたいだな。ここは反撃でなく、瓶回収を優先しておこう。ちなみに、今のは怒り状態のコムドウを引きずってますが、G 級は非怒りでも大方向を使うようになってますね。原種のような必要な軸合わせの突進もあるので、だいぶ手強くなっていると思います。突進も、チャークならガードしてるだけでしのげるからね。原種でも触れたけど、やはり相性は最高だ。そして、これは壁に引っかかったから反撃取れるね。そのまま2回目のスタンが来ましたね。流れるようにダメージ取れてます。これは高タイムが期待できるのでは。火力スキルは弱徳と砲術師だけだけど、デザートローズやるじゃん。周回するたびに思うけど、めちゃくちゃいい武器だよ。ここで回転攻撃ですね。これも地味に威力値が高く、火星2が必要です。こちらが壁際に回ったせいで、ちょっと反撃が取りづらいな。適当に殴ってひるまなかった時、大体そのまま引かれますからね。今のも危ねえな。変なとこに入ったが、ひるんでくれてよかった。切れ味も青に落ちちゃったので、火力が心配ですね。これで足りるでしょうか。エリチェンしてくれれば楽なんだけどな。もうじき5分経過するくらいか。ですね。それまで耐え切りましょう。ちゃんとひるみは取れてるな。これは、ひょっとして青でも足りるか。怒涛の方向ラッシュです。好きですね、これ。あ、移動っぽいですよ。しのぎ切ったか。技物積んでるけど、1エリアは持たないな。デザートローズ、広げ悪くないんですけどね。さあ2エリア目だ。今、体力はどんなもんなんだろう。結構順調な気がしますけどね。あと1スタンくらいで弱るんじゃないですか。ここは周りが壁になっていて、反撃が狙いやすいのでチャンスです。その分、この突進には注意せねばな。スタミナにも気を配らないと。とりあえずは怒らせたいな。怒ったら、ところ構わず奉公してくれるからね。怒れば頭も柔らかくなりますからね。さあ、壁際に追い詰めて、こっから怒り以降でバックジャンプしてもええんやで。回転が来ましたね。今度は頭に反撃が入ります。怒り以降がひるみでキャンセルされてしまいましたが、展開としては悪くないですね。縦強化が切れかけだ。これの方向を利用してチャージしよう。いいんじゃないか。いろいろスマートに回せてるぞ。さすがですね。あとは現実に反撃を入れていけば OK です。歩き方向か。これも反撃は簡単だぜ。あ、やべ、外れた。ああ、まずいまずい。助けてください。何でもしますから。スマートとか簡単とか言っておきながら、回復しないと危ないですよ。と言いつつ、ここは前のめりに行っちゃおう。この遅さは未練だな。ヒヤヒヤしますね。コマンドや頭狙いがミスったらキャンプ送りです。おお、3回目のスタンが取れたぞ。結果オーライだ。終わり良ければなんとやらですね。ここで畳みかけてしまいましょう。まだ6分ちょいくらいしか経過してないが、私の見立てではもう弱ってるな。あ、本当に弱ってますね。めっちゃ早いです。6分半か。団体クエでこれは相当早いな。じゃ、追いましょうか。移動先は、すでなくまずここだった。捕食かなこれは。とりあえずで、アプケロスを掃除してます。疲れてますね。ここは調湿をぶち込みます。倒せはしなかったがダウンした。もう虫の息だろう。あとは適当に削りましょう。よーし OK。火の国との落差がすごいぜ。言うて、火の国も1頭あたり7分台ですけどね。じゃ戻って、もう1個くらいキークエやるか。お次は、残るキークエはあと2つですね。次はグラビア種ですか。武器、榴弾で大丈夫ですかね。水の強属性を用意してもいいんだが、スキルがまた1からになりそうだからね。多分、榴弾でも十分対抗できるから、とりあえずやってみよう。初期位置はお決まりのエリア8ですね。ここを根城にするのはやめていただきたいところです。グラビって地底火山では面倒なとこばっか行くからな。原生林であってほしかった。その代わりにはなりませんが、ノリは積極的に狙っていきましょうね。
調子を打つゲームになるからまとまったチャンスを作っていきたいね。ノリと麻痺は特定のタイミングしか狙えないので、足の破壊もかなり重要だな。足は白ゲージ弾いてきますからね。破壊するには無理やり解放切りを当てないといけません。おお、早速破壊できたぞ。うまく調出入ったな。これでかいですね。チャーク装備も更新した甲斐がありました。前回作ったガルルガ X 銅をベースにして装備を更新したんだよね。高耳、惰性1、技物、弱徳は据え置きで、見切り1を砲術師に変えられたよ。これで欲しいスキルは全乗せできましたね。攻略用装備としてかなり快適です。火力は十分だから立ち回りを慎重に。今ちらっとやりましたが、注意すべきは歩きブレスですね。毎回ガスが出るので基本逃げるしかありません。あの技、主にガンナー殺しだけど、剣士も普通に厄介だからな。さあ、ノリが取れました。怒り時間を消費できるのはいいですね。グラビについては一応背中破壊もあるんだが、耐久値高いからなかなか壊せないんだよね。背中を破壊するとガスが腹から出なくなるんですが、大抵は破壊する前に本体が力尽きます。背中に固執して討伐時間が延びたら本末転倒ですしね。だね、破壊は腹を優先していくよ。あら、麻痺が重なっちゃった。ちょっともったいないな。解除モーション中に来て欲しかったですね。調出の機会が1回減っちゃいました。まあいいか。今のところ順調に進んでるしな。あ、これは。一体、今のめくられるか。油断して食らうパターン多いですよ。ダメージ大きいので慎重にお願いします。気をつけるよ。熱戦でも食らったらシャレにならんしな。さて、距離が空いたな。頃合いを見て落とし穴を仕掛けたいところだ。落とし穴 G 級になってからよく使ってますね。確実に調出を入れられるので重宝しています。グラビみたいなモンスには特に相性いいよね。超合分まで持ち込んでもいいレベルだよ。あとはスルーされないように祈りたいですね。落とし穴を挟んで動かないことがたまにあります。これ、思考ルーチン変化してるのかね。偶然かもしれないが。わかりませんが、こういうの失敗した時の印象が強くなりますからね。攻略本見ても載ってなかったので、あれこれ考えることもないと思います。で、このグラビに若干不穏を感じるんだが、急に突進しなくなったぞこいつ。せっかく怒り解けたんだから、素直にかかってくれよ。あ、まずいですね。盾強化が切れかけてます。チャージ用のストックもありません。最悪、落とし穴中に貯めてもいいですが。おい、マジで熱戦ボットになっちゃったよ。賢すぎないかこのグラビ。エリア移動にはまだ余裕があると思いますが、仕掛けるかどうかも迷いますね。そして、すかさず追加の熱戦です。マジで一箇所から動かなくなっちゃいました。で、今度は投げ払い熱戦と、一人で熱戦万博開催しちゃってるよこの子。熱戦万博、バサルとグラビしか参加しないでしょうね。さて、どうなることやら。お、歩きいいね。最初からそれやってくれよ。ようやく調出チャンスですね。振りかぶりモーションで位置がずれましたが、これクリーンヒットしたでしょうか。かかるのにこんだけ待ってこれか。めちゃくちゃ効率悪い時間を過ごした気分だ。まあ、仕掛けたもんは活かしたくなりますからね。仕方ないと思います。怒り以降はしたので、調出はちゃんと入ってたようですね。とりあえずよかったわ。ダメージ表記がないから入ったかどうかわからんのよね。これで高速手段は一通り使いまして、ここからはガチンコ勝負です。だね。足を狙いつつじっくりやりましょう。お、ボディープレスだ。これは数少ない反撃のチャンス。足に通すように調出を打ちます。ターン取れましたね。これが理想的な展開です。やっぱり調出のダメージは足りてるみたいだね。砲術師の 1.3 倍が生きてる。ちなみに今回は猫の砲撃術が発動しませんでした。それでもこの火力です。あ、移動したぞ。準備を整えつつ最下層へゴーだ。さあ、後半戦です。あとどれくらいでしょうね。あちちち、結構ちゃんと上まで判定あるんすね。この岩、普段気にしたことありませんでしたが、結構邪魔ですね。ジャンプを狙うにしては高すぎたり、一部スポットからはそもそも飛び降りれないんだよな。一体何のために設置されたんだろう。ともかく、この岩の周辺では戦わないようにしましょう。先行で足止めしたいところです。このエリア、比較的平坦だから先行が有効に働きやすいんだよね。先行中は吠えたり尻尾回転が多くなるから腹下に陣取りやすいし。このクエ、確かサブタゲが腹破壊でした。
壊せれば討伐が近づきます。あ、今1段階目が壊れたっぽいね。瓶打ちまくればいけそうだな。方向いただきました。硬直が非常に長いですが、高耳あれば大チャンスです。バサルとグラビは、その場方向がかなり長いからな。高耳の優先度がかなり高いね。で、ひるみが取れたな。何のひるみかは知らんけど。榴弾だからちょっと火力が心配でしたけど、十分すぎるくらい出てるようですね。もちろん、突き詰めれば強属性の方が強いんでしょうが。強属性を使うなら、属性攻撃プラス3必須だからね。攻略段階だと、他のスキルが窮屈になるからな。やっぱり、榴弾の汎用性が輝くよ。デザートローズなら攻撃機械そのものを多く作り出せますもんね。腹が完全に壊れました。麻痺がめちゃくちゃ有効に働きましたね。しかも疲労状態じゃん。このまま一気に削っていくぞ。腹を壊したと言っても、ガスの脅威は減らないから、引き続き足を狙ってこかしていく方針だよ。こかしても腹が反対側に行っちゃいますからね。実はそこまで狙えるわけではないです。いいね、めっちゃこけてくれる。あとはこれを繰り返していけば終わるだろう。お、青々言ってるぞ。捕獲しておこうか。先行残ってるので、これで止めましょう。これは編集中に知ったんだけど、捕獲すると重頭角が出ないんだね。天角の確率は若干上がるが、剥ぎ取り回数を加味すると討伐の方がいいかも。そうかもですね。素材集めの時にまた確認しましょう。よし、これでクリアと、残すキークエはあと一つだ。実りのある回でしたね。次回はそれをこなして小さい昇格戦と行きましょう。G 級ストーリーも後半戦になってくるな。今後も気合い入れていくぜ。さて、火の国を越えましたね。自信はありましたが、ほっとしてます。あのクエは流れみたいなのがあるからな。攻略としてはいいものをお見せできたと思う。その他、ティガは大丈夫だと思ってたけど、グラビアッシュも案外なんとかなったね。ですね、榴弾で11分台は上々でしょう。次回のキークエと緊急クエもこの調子でお願いします。よし任せろ。このままトントンと進めてやる。ほいじゃ、次の動画で。またね。